皆さん、ジューンラブジョイです。今回の With Love and Joy エピソード11、11のゲストさんははい、ひさきさきでーす。よろしくお願いします。たくさん出演してくれて本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ピンクの髪も超可愛い。テンション高い方大好き。最高、最高。ちなみにこのテンション高く素敵なお姉さんの地元どこですか？うちの地元はね、日本人ならわかるんだけど、茨城県っていうところですね。好き、納豆。わかる。納豆 Yes、あいの分かってる。納豆なんで知ってるの？納豆好きなの？大好き、毎日食べてる。本当に本当に好き。納豆以外なんかおすすめスポットとかありますか？茨城か、でも生まれだけで育ちが違うからな。あ、そうなの？そう、育ちはね、西東京の方だから、八王子の方にいたんで、八王子ラーメンっていうのがありまして、八王子ラーメンって玉ねぎが乗っかってお酢、わかる、酸っぱいやつ、あれをバーってかけて食べるっていうのが主流で、冷やし中華食べてるみたいなラーメンが出来上がるんだけど、あれぐらいしかないよな。入ったきっかけは？入ったきっかけは、今見てる方にもここ暴露しちゃいますね。うちはワールドワイドで言うとトランスジェンダーなんですよ。性別が男性で女性で生活してるんですけれど、日本だとニューハーフとか、あと男の娘、で男の子っていうフレーズがあるんだけど、実はうち性転換手術、SRS って言われるような手術があるんだけど、切って穴を作ってっていうのをやろうと思ってたんですけど、それをやる前に一回でちょっと映像残しても面白いかなとかちょっと思ってて、でとある方に「じゃあ一回出てみる?」って言われて、ずるずるいました。で、そのデビュー作とかまだ覚えてますか？どの感じ？ドキュメンタリーです。あ、楽しそう。そう、自分の生い立ちを喋りながら、ザ・ノンフィクションっていう番組があるんですよ、フジテレビで。あれの撮り方してるから内容が重いんですけど、急に絡みがあるから、もうここがどうしていいか分かんないらしくて、皆さん動けないみたいな。なんか何もないけど、なんかモザイク入れた方がいいぐらいだもんね、今。そんなことないでしょ。今困ってます。この業界見てると思いますか？どうなんだろうね。だからニューハーフとか男の娘業界にはちょっとね合わなかった感じがしてて。そういうどこが合わなかったんですか？自分がずっと今まで、今こうニューハーフ業界にいてまだ2、3年しかいないの。あ、そうなの？そうで、ずっとその前までは女の子で生活しちゃってたから、なんかすごいどうしていいか分かんないみたいな感じでずるずると。あれ聞いて、そのトランジションはいつから始まりましたか？女の子になって、そう。女の子の感覚になってるのはもう10代、ティーンエイジ時からかな。じゃあ、自分が出た作品の中で、一番個人的に好きなものは何ですか？好きなものは、僕の彼女はニューハーフっていうやつで、なんかその漫画みたい。4畳半で同棲してるんですよ、彼氏さんと。これもストーリー仕立てのドキュメンタリーなんだけど、2人で生活してる間に、ニューハーフの子、男から女になる子と一緒に付き合ってたらどういう問題があるかとか、どういう風に接すればいいかっていう教科書みたいな。すごい、なんか勉強になれる英語って。でもまだ絡みとか普通に。嘘、急にエッチ始まったけど、エッチ始まっちゃったけど、すごい困ってます。編集で全部モザイク。もう完全にこの方モザイク。もうモザイクでお願いします。っていうのがあって、それはなんか一番評判良かったかな。うちも結構好きで、結構いろんな人から評判の話聞いて、いまだにすごい売れてるみたい。あ、そうなの？後で見てみます。あと、それともう一本が、お父さん女優っていうよくわからないのがありまして。そういうのある。お父さんが AV 女優。子持ちのお父さんがなぜか AV 女優ってお前どっちやねんっていう作品も面白いです。いいな。現場絶対楽しい。まともな作品がね。ど
どういうもの撮るのが好き？その面白いものとか。でもね、うち演技っていうかドラマうんうんをするのが結構好きで、うちがいただく V の仕事は、ほとんどもう台本がすごいいっぱいあるやつ。おお、分厚いもの。そうこの間も分厚かった、本当に。お疲れ様です。このミルフィーユみたいだ。かわいい。言葉センスよくない？好き。もう食べてやろうかな。うまいっていうことね。そんなことない。ちょっと待って、ドラマが好きだったら絶対うまい。全然わかんない、本当に。Oh my god。今 AV 以外なんか頑張ってることあります？今ね、プロレスの団体の方に入ってまして、女子プロレスラーの今トレーニングしてます。かっこいい。もう来年が一応デビュー予定で今体作りしてて、だいぶ体絞ってきちゃって大変なことになってるんだけど。来年デビューだから時間まである。てか時間はね、もっと頑張れって言われてんだよね。今何やってる？そのデビューする前、筋トレ具体的に？筋トレと、あと投げられてもいいように受け身と、あと飛んで前宙っていうのをやってて、くるってそのジャンプして回ったりとか、あとリングのロープの上から飛んだりとか。私プロレスなんていう、行ったことないけどたくさんそういう方フォローしてて、すっごく行ってみたい。だからぜひ見たい。プロレスに行ったことないけどファーストだったら全然いい。なんかタオルで「さくちゃー!」とかチケットをうちがデビュー戦の時はよろしくお願いします。教えて。ツイッターで見てみます。いいね。どういう SNS やってるんですか？SNS はツイッターのみです。ツイッターのみ。オッケー。なるほど。なんかフェイスブックとかインスタとかはもうやってなくて、うちそこまで承認欲求強くなくて、もうツイッターだけでいっぱいいっぱいの人なんですよ。なんか人気になろう。もともとそのに出たきっかけも、そういう手術するきっかけだけだったんで、もともと表に出ようと思ってなかったから、急に表に出てこういう芸能事やってるのがもう不思議でしょうがない。なんか楽しい。人生1回しかないからなんかそうね。すごい。いけ僕とか。いけって。またモザイクか。でも本当そんな感じで、本当ひっそりと生活してましたよ。そうなの？このテンション高いお姉さんが静かにひっそり疑問。ツイッターやってるからそこでファンの方とか見てる方つながりができるけど、これからなんか宣伝とか告知イベントとかありますか？イベントがですね、イベントっていうか、これから毎週木曜日、その新宿に地下闘技場っていう飲み屋さんがあるんですよ。いいね。食べ物屋さん。そこで木曜日店長っていうのをこれからずっとやるんで、行ってみたい。そこに来てくれればうちが毎週木曜日います。毎日このテンション高い方と一緒に飲める。でもテンションになるから。飲める。一緒にこう乾杯できるから。強い？そこまで強くないよ。たしなむ程度だよ。とか言ってすげえ飲んでるでしょ。詐欺。さっきの詐欺。うまいこと言う。日本人だろやっぱり。アメリカ人です。あその最後の挨拶の前、ちょっと LGBT の質問しちゃっていい？いいよ。これ今までホープ君にちょっと話してたけど、なんかアメリカで使っていいの、例えばそのトランスジェンダー用語とかで日本で全然違うと思う。例えばトランスセクシュアルはちょっと悪いイメージがあるけど、日本でそのことは使っていい？トランスセクシュアルは全然ありだと思うよ。でニューハーフも？てかね、日本のトランスセクシャルが多すぎちゃって、そのさっき言ってた男の娘だったり、ニューハーフだったり、女装っていう言葉も出てくるのね。そうなるとぐっちゃになっちゃってて、その心の中身までは分からない人が多くて、うちなんかはワールドワイドの言葉で T ガールって言葉使ってるの。それをじゃあ全面的に言ってんだけど、そうするとその心の中が女性だよっていうのを発信できたらいいなって思ってやってたんだけど、やっ
なかなか伝わんなくてね、海外の方には全然受け入れられてくれるんだけど、そうでもなんか特にアメリカかな、その言葉の敏感さがあって、多分 T ガールもちょっとよっぴんなイメージそうだね、ある。俗語だからね、だから日本でなんかどの言葉使っていいのかって自分もあんまり分かってない。多分その方による。そうね、それはよるかもね。結構 T ガールスラングだからね。だから結構そういうのもあるかな。さきちゃん自身でセクシュアリティってどういうアイデンティティですか？一応男性が好き。男性が好きだからストレートっていう感じで。あ、なるほど。そう、心の中身で言うとストレートなんだけど、周りから見るとやっぱりあれだよね、ゲイになっちゃうよね。でもアメリカで多分ゲイと思わない。日本なんか難しい。日本語っていうか、これは世界的に難しい話だからね。確かに。でね、いつもこの番組でこういう記念チェキ撮ってるんですけど、ああ、何これ？いいの？撮ってる。超面白い。やりまーす。やったー。ハズピンク感。お、どうかしら。これ大丈夫か？顔じゃなくておっぱい。ここしか映ってないでしょ。そこでさいいんじゃない？おっぱいチェキ？おっぱいチェキか。もう撮るの？いいわよ。あ、かわいい。オッケー。いい、せーの。めっちゃかわい欲しい。サインいただいていい？いいですよ。Thank you 美人さん。はい、Thank you。プロレスか。そのきっかけはなんでなんか私プロレスのお姉さんになると思ってた？なんかね、アクション女優じゃないけど、アクションやってみたいなってちょっと思ってて、でとあるプロレス団体の会長さんが知り合いだったんですよ。その人がなんか新しい企画を持ってきてて、あ、何これ面白そう、私でもできるって言って、いや、お前に声かけようかなとは思ってたんだよなんて話してて、そっからスタートしちゃって。あ、いいね、他の人が声をかけてくれて。そう、そこでなんか始まっちゃって、あらーと思って気づいたらプロレスラーですよ。ここに書いといて。かわいい。見て皆さん、さきちゃんのサインいただいた。プロレスラーになった前よ。来年楽しみ。意外とね、売れてる作品にはちょこちょこ出てるんだけど、そこまで有名でもないんです、私。これから応援してあげます。ありがとうございます。はい、皆さんということですね。今回の素敵なインタビューのゲストさんはいかがでしたか？はい、この動画をご覧いただきThank you very much。で、ぜひさきちゃんのツイッターをフォローしてあげてください。で、来年のプロレ何してた？いや、なんも。あれ来年のプロレスラーのデビューも期待してくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。はい、ありがとう。パックリキス。なんだこれ。